お待たせいたしました。新日本プロレスオンライン記者会見始めさせていただきます。司会進行私清野茂樹でございます。今日はマスクを着用したまま、この進行を務めさせていただきます。ご了承ください。さてドミニオンの一夜明け会見を始めさせていただきますが、まずは新日本プロレスの菅林会長より発表がございます。よろしくお願いいたします。ご視聴の皆様こんにちは。報道関係の皆様、ファンの皆様、ご視聴いただきありがとうございます。それでは私より次期シリーズの主要対戦カードを発表いたします。6月22日、後楽園ホール大会ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、第21代チャンピオンチーム吉橋、石井智弘、後藤弘樹組対チャレンジャーチームディック東郷、高橋裕次郎、イービル組。6月23日後楽園ホール大会IWGP ジュニアタッグ選手権試合、第65代チャンピオンチーム翔陽組対チャレンジャーチームエルファンタズモ石森泰治組。対戦カードは以上になります。新日本プロレスでは引き続き会場にて万全の感染防止対策で皆様をお迎えしております。最後に繰り返しのお願いとなり恐縮ですが、弊社はお客様の安全を第一に運営しております。会場でご観戦いただく際には声を出しての応援は何卒お控えいただけますようご協力のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。はい、会長ありがとうございました。次期シリーズのタイトルマッチ2つ会長から発表がございました。その他の対戦カードにつきましては公式ホームページにアップされておりますのでご確認ください。では続きまして昨日大阪城ホールにて IWGP 世界ヘビー級王座を初めて獲得いたしました第3代のチャンピオンをお招きしたいと思います。では準備よろしいですか。はい、それでは登場いただきましょう。第3代 IWGP 世界ヘビー級チャンピオンの高木慎吾選手です。それでは今回の王座決定戦を制しまして第3代の IWGP 世界ヘビー級チャンピオンに輝きました高木慎吾選手より一夜明けてコメントをいただきたいと思います。よろしくお願いします。どうも3代目の IWGP 世界ヘビー級王者の高木慎吾です。いやでもぐったりしてるね。ほんと今日はぐったりしてるよ。ダメージと疲労と、興奮もあって、昨日なんか多分4時過ぎぐらいにちょっと目つぶったぐらいで、もう今朝7時ぐらいにもう目覚めたんでね、そのまんま、新幹線乗って帰ってきたけど、もう新幹線でも寝れないし、でも起きた時にね、ちゃんとこのベルトが部屋にあってね、昨日の出来事は夢じゃなく現実だったんだなと改めて思ったけどね。昨日バックステージでも言ったけど、本当ほっとしてるっていうのが俺の一番の気持ちだったかな。だってオスプレイとね福岡でやった時に、もうその時に背水の陣だ崖っぷちだって言って、そこで負けたから、俺もうちょっとしばらくは出れねえななんて思ってたんでね。本当運が良かったのか分かんないけど、そんな中、オスプレイが全治未定というね、ちょっと謎だけど全治未定の欠場からのねイギリスに帰ったということで、言うだけ言ってみようと、そういった中でタイトルマッチ決まって、岡田もよく出てきたなと思うよね。多分彼は彼で多分病み上がりでね不安な部分があったと思うけど、でも俺は岡田はやっぱ百戦錬磨のね本当トップ中のトップのとこだから、俺は何にもそんなことは気にせず 120% の、高木慎吾でぶつかったけど、そうね、昨日の試合なんか振り返ってみると、もう最初の5分ぐらいなんかちょっと岡田以外にも息上がってるように見えたから、もしかしてやっぱ病み上がりなのが影響してんのかな、それともこれは岡田の
戦略なのかななんてことを考えながらもね、ちょっと攻めさせてみたり、じゃあ今度行ってみようなんて思ったけど、本当試合後半ももうそんなこと考える余裕なかったけど、ただ一つ俺の中で、ね、俺らしくないと思うかもしれないけど決めてたことは一つね、レインメーカーだけは絶対食らっちゃいけねえなと。もう俺は今回ね、本当はあんまりそこまでちょっと余裕がないな、余裕ぶったことも言ったかもしれないけど、でも岡田もやっぱ相当多分追い込まれた状況だったかもしれないね。分かんないけど、彼と別に喋ったわけじゃないから分かんないけど、あんな俺も試合の映像でちょっと今日新幹線の中でバーッと見た時に、岡田が2回3回とレインメーカートライしてたから、あいつはあいつなりにすごい必死だったんだろうなっていうのが伝わってね、俺はああいう必死こいた岡田をね待ってたんで、ただ俺はもうなんだろう、2013年ぐらいね、負けて東京ドームの会場であいつの試合なんか見てたから、もうそこからもうなんだ7、8年か、だから対レインメーカーっていうのも頭に常にあったから何パターンもあったんでね、そういったのが昨日は若干ね、本当紙一重だけど、勝てたんじゃないかと思って、その先代の IWGP ヘビーの象徴であるね、最多防衛記録もある岡田から勝ったんでね、俺自身もこのベルトの価値も、ちょっと上がったんじゃないかなと思ってるけど、そこは謙虚に言わせてもらうけどね、でも、岡田とか棚橋とかね、いるけど、でも俺は内藤とか井伏のようなやっぱ同世代の人間に負けるのが一番嫌だから、やっぱあいつらと競争式だっていうのはね、もう常にこれはもうなんだろう、もう井伏がデビューして、内藤なんかはね浜口道場の時から一緒なんで、俺は新日本に来た、理由はいろいろあるけど、やっぱ井伏を追いかけてきたっていうのはね、もう過言じゃないんだよね、そう言っても。井伏浩太とはもうしかるべき場所でやるんだと。もともとはね新日本にいない2人だけど、気づいたら俺が対戦した相手がほとんど新日本にいたんで、俺自身も新日本に行くしかないなって気持ちがもう何年か前にあったんで、そういう中で、2018年10月8日にね新日本に初参戦して、そこから2年と8ヶ月か、別に俺はこういう状況が別に早いとも思ってないし、俺自身はもう今年39になるんでね、本当、ゆっくりしてるね時間はないんで、井伏も何考えてるか分かんないけど、昨日リング上でね、イエスかハイかここで答えてみろと、このタイトルマッチやるのかって言ったけど、なんかイエスでもノーでもないけどやってやるよと言ったんでね、井伏浩太とこのベルトをかけてタイトルマッチしっかり組んでもらえよ新日本には。俺はもう井伏とやれるんだったら場所はどこでもいいかなと。ただ俺からチャンピオンとして俺から要望を言わせてもらうと、できればやっぱ井伏浩太ってやっぱ何考えてるか分かんないんでね、何度も対戦してあいつの気持ちを確かめたいっていうのもあるんで、できれば前哨戦は何度か組んでもらえたらなと思うんで、あとは場所は会社に任せるんで新日本に。ということでね、俺はこうやって第3代のね IWGP 世界ヘビー級王者となったけど、別に俺は何も変わんないよ。いつも通り高木慎吾らしくこれからも元気はつらつに暴れ狂うつもりなんで。ということで俺の言いたいことは以上です。はい、ありがとうございました。では以上をもちまして記者会見は終了とさせていただきます。オンライン会見最後までご視聴の皆様誠にありがとうございました。